こんにちは、桃旦那です。今回はこちら。ダレユ A980 Pro Max。ダレユ様よりご提供いただきました。ダレユ社は JDG バロラントデバイスパートナーに指定されたゲームブランドのメーカー様です。以前にもキーボードをレビューさせていただいたので、気になる方はぜひチェックしてください。編集時点では日本発売前でしたが、公式サイトでの価格は16,500円。日本での発売価格は14,000円ほどになるとのこと。今回の動画では開封に各性能の設定及び確認、ロジクール G502X と比較、最後に感想などを紹介します。それでは開封。マウス本体、無線ドングル、USB Type-C ケーブル、持ち運び用バッグ、説明書、交換用マウスソール、マウスグリップテープ、同梱物を全部並べるとこんな感じ。白色はこんな感じ。それではマウス本体を確認してみましょう。A980 Pro Max は有線無線切り替え可能な高性能ゲーミングマウス。最大 DPI は3万。最大ポーリングレートは無線で 4000Hz、有線で 8000Hz となっています。DPI やポーリングレートを知らない方のために簡単に説明させていただきます。DPI とはマウスを1インチ移動したときにマウスポインタがどれだけ動くかという指標です。DPI の数値が高いほどより少ない操作で大きくポインタが移動します。ポーリングレートはマウスからのデータが接続先のデバイスに送信される頻度です。コンピューターに対して位置を更新する頻度のことで、一般的にはヘルツで表されています。最近のゲーミングマウスは高い数値の DPI、ポーリングレートを搭載したものが多いです。ただし、必ずしも高い数値がいいというわけではなく、デメリットもあるので、その理由はまとめで説明します。A980 Pro Max は TFT ディスプレイを搭載しており、DPI、ポーリングレートの設定数値も確認できます。DPI の数値はディスプレイ上、ポーリングレートの数値は
下に表示されます。また、このディスプレイには好きな GIF をカスタム表示させることも可能です。ロジクール G502X と見た目を比較するとこんな感じ。続いて重さの比較。本体のみで 76g、ケーブル込みで 106g でした。G502X は 111g と、有線仕様の場合は A980 Pro Max の方がわずかに軽いです。続いてクリック音の比較。クリック音は同等ですが、ホイールスクロール音は G502X の方がうるさいと感じました。続いてポーリングレートを確認してみましょう。検証に使用するのはこちらのサイト。まずは初期設定の有線接続で試します。最大 1500Hz、平均 970Hz でした。続いて Bluetooth 接続。こちらも初期設定で確認します。最大 130Hz、平均 125Hz でした。最後に無線接続。こちらも初期設定で確認します。最大 1000Hz、平均 970Hz でした。せっかくなので G502X のポーリングレートも確認。最大 1000Hz、平均 950Hz でした。念のため公式サイトを確認してみましたが、ポーリングレートの表記はありませんでした。ポーリングレートをカスタムするには、公式サイトからオールインワンドライバーをダウンロードすれば可能です。このアプリでは DPI にポーリングレートを好みの数値に5パターン設定できます。他にもディスプレイの GIF を好きな画像に設定することができます。設定データは
自動保存され、マウスに反映されます。検証用に DPI3200 ポーリングレートを 2000Hz にカスタムしたので確認してみましょう。初期設定では最大 1000Hz でしたが、カスタムしたことにより数値が高くなりました。カスタム設定値の 2000Hz には届かなかったですが、平均値含め十分な結果だと思います。クリックボタンの押しやすさを比較したところ、形状と素材による差がわずかにありました。クリックボタンは G502X のようにプラスチックではなくマグネシウム合金のため戻りがわずかに速いです。どれくらい差が出たのか検証してみました。検証したサイトはマウスクリック計測ツール様。10秒間に何回クリックできるか計測したので、まずは G502X から結果を見てみましょう。計測結果は10秒間に55回、1秒間に 5.5 回でした。続いて A980 Pro Max の計測結果はこちら。計測結果は10秒間に58回、1秒間に 5.8 回でした。ほんのわずかな差ですが、この差がゲームの勝敗に関わると思います。さて、いかがだったでしょうか。 DPI ポーリングレートを細かくカスタムできる上、接続切り替えができるのは便利だと感じました。ただ、カスタムする上で注意点があります。DPI を6400、ポーリングレートを 8000Hz、どちらも高い数値で設定し、確認してみました。8000Hz 近く出ると思っていましたが、実際は 1200Hz が最大値でした。設定ミスかと思い、何度も確認してから再度試してみましたが、すべて似た数値でした。検証するツールを変更したところ、7000Hz 以上確認することができました。高数値のポーリングレートは計測非対応のところもかなり多いので覚えておいてください。また FPS などのプロゲーマーは DPI を高い数値に設定しません。600以上の DPI は滑らかに視点を動かせますが、視点操作のブレと細かな感度調整が困難になります。ポーリングレートの高数値設定についても注意点が一つあります。ポーリングレートは高く設定すると PC の負担が大きく、高頻度で情報を受信するため CPU に負荷がかかります。数値は高いほどいいですが、PC のスペックが低いとバッテリーやゲーム映像の
フレームレート低下につながり、映像がカクつき、プレイに支障をきたす場合もあるので、一応覚えておいていただければと思います。DPI は400以上、800以下。ポーリングレートは1000から 2000Hz に設定すると安定します。キャバクラでこの知識を披露すれば、さすが、知らなかった、すごい、センスいい、そうなんだ、とお姉さんたちは反応してくれるでしょう。今回使ってみた感想としては、私の手の大きさに合っているので使いやすいです。カスタム設定もボタン一つで切り替えできるのも便利。性能はいいので、大きいサイズだけではなく、小さいサイズも発売してほしいと思いました。マウスは実際に触ってみないとわからないと思うので、PC ショップなどの店頭で触っていただきたいです。今回は様々な検証を行ったので、参考程度にしていただければと思います。概要欄に製品 URL を貼っておくので、気になる方はチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。